地球の声に耳を澄ませて光散りばめた未来へ歩いて行こう。紙人霊媒日記。指導霊との対話。2025年について。2025年についてお教えください。多くの恐怖予言が洗脳している状況下において、日本人はどのように生きればよいのかご教示ください。何が本当かということですか？はい。それは個々の思想に委ねられる部分であり、あなたが私たちから伺ったとしても、真偽が問われるだけであり、民を救うことにはつながりません。あなたを慕い、信じることを選びたい方々は、すでにあなたの言葉を大切に受け止め生きておられます。それ以外の方々は、多々ある中の一つの見解としか判断しないことでしょう。はい、確かにそうです。ですから、あなたが心配することではありません。あなたを慕う方々しか、あなたの言葉は影響力を持たないのです。あなたに興味のない人や、不信感を抱く人を導くことは難しいことなのです。これから一体どのようなことが起こるのか、それは自然現象なのか、人為的な現象なのかと考えてみればわかりやすいでしょう。日本という国において、自然現象による脅威はございません。人為的な現象であれば、闇の者たちによる陰謀であり、それは民への冒涜、犯罪行為にあたります。民がそのような犯罪行為に対して、どのように向き合うのかということが問われます。危機管理意識を高めるならば、未然に食い止めることもできますが、無関心であれば、したい放題いたしても罪問われないということになります。それは学びなのです。どのような問題が事実上存在しているのか、その問題にどのように向き合うのか、やはり因果応報となります。国は国民を守ってくれるのか、国民の安心安全を一番に考えて機能しているのか、国民の幸せのため計画的に稼働しているのか、一つ一つ理解することが学びなのです。他人任せでは幼児と何ら変わりません。これは都道府県、市町村を超え、国を超え、世界の因果の話であり、地球の歴史の真相を理解する大きな学びです。民一人一人が真実と虚偽を見極め、正しき見解のできる人になるための世界規模の学習でもあります。あなたは長きにわたり、私たちから学びました。何が真実であり、虚偽であったのか、あるのかを。しかし、世界中の民は知らないのです。知ろうともしない人が大多数であり、自身の暮らしにだけ目を向け、
周囲の出来事には意識が向かない井の中の蛙の状態なのです。ですから、皆が一つ一つ経験し、学び変わります。未来に対する考え方も、自分は何を望むのか、そのためにはどうすればよいのか、自立することが目的なのです。皆一律には動きません。動いている人を見て動こうとする人が順番なのです。動こうとしない人は動きたくない人なのです。選択の自由が与えられている状況下では、無理に思想を押し付けることはできません。悪のしもべらは、訓練を受けた上で、計画に基づいて行動しています。仕事としてお金をもらい行動しているのです。悪気もなく請け負っている仕事をしているだけであるとして、仕事の因果関係には無関心なのです。加担した人たちは自身を悪だとは思っていません。そのような人々が溢れているのです。善の人々同士を仲違いさせ、潰す企みであり、自然心に責任を負わせ、しもべらは神になりすまし、悪事を重ねてゆこうとしています。しかし、大きな災害はすべて湘南となり、彼らは徐々に計画通りには立ち行かなくなり、追い詰められた挙句に犯罪者として罪を問われ、消えてゆく因果となります。これが2025年から加速してゆく悪の計画の終わりの始まりとなる世の変化です。残念なことに、悪は失敗することを受け入れられないため、予定通り計画に基づいて実行し続けていくのです。悪のしもべらは皆洗脳されているため、上からの命令には決して逆らうことができません。雪崩のごとく加速しながら、黒が白へとひっくり返ってゆく運命をたどります。ですから、ご安心ください。世はどんどん改善されていくのです。世は悪の世から善の世へと移行しているのです。世は無害なる世へと変わっていくのです。大丈夫。大丈夫。大丈夫。ぜひ、あなたのお声でご縁ある方々へお聞かせください。未来は素晴らしい。大難は湘南となります。皆々嬉しい嬉しい。楽しい楽しい。変わる変わる。ありがたい。ありがたい。あ
お教えくださり、どうもありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。2025年3月14日、大う狼、王霊団、御霊、神人伝える。